こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて今回で、3日ペースでの投稿が10話目となります。ようやく以前の惰性を取り戻せてきた実感が湧いてきました。スランプを抜け出したかしらね。もう大丈夫だと思いますので、今回から、次の投稿を3日ほどとの表記に改めます。その上で、不定期のまま事実上更新停止中の息抜き企画ですが、決断することにしました。結論から言うと、目標の半分まで進めたところで終了しようと思います。俗に言う失踪ね。無理するとスランプの原因になり得るので、企画の最後でこんな表記をして締めようかと思います。そこは宿でいいんじゃないかしら。やはり、ピラミッド企画の完遂をもって新バージョンに移行したい気持ちが強いです。で、息抜き企画を新バージョンに引き上げることも一応検討しましたが、至極困難です。上位の金リンゴがクラフト不能になったものね。それだけでなく、新バージョンでのハードコアでは、長期間生き抜ける自信がありません。現バージョンにも石の中の埋没や、ウィザスケの壁際連続攻撃などの、初見殺し的なものがありますが、新バージョンで未経験のものに出くわせばワールドロストでしょうし、最初から集め直しているうちに次のバージョンが出そうです。万年級バージョンプレイヤーになりかねないのね。さて、前回はクラフトしたりメサに行ったりで、新たに18層分の建築材を揃えました。現時点のピラミッドは112層までで、これから130層まで一気に伸ばすところです。そして影の呪いも順調に伸ばすのね。まさかこっちに伸びてくるとは想定外でした。さて、今回の建築ターンでカラーブロックを積み切ります。まずは薄灰色からです。で、積み始めて十数秒というところで、工事進捗は 90% に達しました。気にしてたんだ。なおこの建築ターンが終わると、進捗は 95.7% に達します。わあもうほとんど企画完遂じゃないの。何か言いなさいよ。さてこの高さまで来ると、一周積むのに2分少々と気軽です。今の一周の建築材の数は、一番下の層のちょうどルート10分の1なんですよね。つまりちょうど 3.162 点々分の1なのね。で、羊毛を積んだら黒い影の伸び分が消えるんです。長々観察してきて、ようやく一部のパターンが見えてきました。つまり羊毛には魔除けの効果があるのね。さて、松明とセットのガラスでも、1層につき10分で収まるようになりました。この程度なら私の左手小指は元気です。そして薄灰色と名乗る粘土まで積んだところで、影はここまで変化なしです。伸びてこないのね。おそらく羊毛を積んだ時に地面に届く直射日光が遮られ、それでその近辺の光源処理が更新されたんじゃないかと思います。不可思議な現象も、解き明かしたらただの自然現象だったわけね。まあでも、ゲーム再開時に影が復活する仕組み、というか原因は、依然として謎のままなんです。まあそっちはただの自然現象の呪いだものね。さてレッドストーントーチを下支えにするのは赤砂です。砂よりもおしゃれな方ね。そういえば砂と赤砂の必要数は、ほとんど差がありませんでした。共に1万1000ほどです。で、この収録は赤砂までできるので、地図を更新させようとしたのですが、更新されてくれずに慌てました。ネザーワープを使った後のプレイだからでしょうに。その考えに至るまで10秒ほど要しました。そういえばネザーから戻ってから、ゲームを切らずに建築に取り掛かったのは初めてです。つまり、地図持ってきたの無駄だったということね。そして赤砂を積み終えて、黄昏ているところです。夕方の意味でいいの？ふと思ったのが、ゲームを再開するときに大抵は、ピラミッドが下から徐々に伸びるのを見ているんですよね。逆からなら、どう見えるのでしょうか。そしてゲーム再開です。なんというか、まるで秒が距離を狭めたように見えることがわかりました。当たり前でしょ。
なんかこう、空中に浮いている感じを想像していたのですが、味気ないです。さて刻々と太陽が沈んで、早く寝ないとモブが村に湧いてしまいます。つまりは訪れとの戦いの再来です。学習しないわね。そして訪れが訪れた一瞬はさりげなくカットして、影は無事に更新されたようです。で、まさか井戸を目指して伸びているとか、どうなのでしょうか。まあでもここまで来ると、途中で止まるとは想像しにくいわね。さて拠点に戻って、建築材料のチェストが2箱からになりました。灰色粘土までを持っていきます。そして117層目の砂の下支えを設置し始めたところ、トーチが一瞬で消灯するんです。これは、赤砂の真下のトーチの影響で赤砂が動力源ブロックと化し、それが今設置したトーチでオフになった、という理解でいいのでしょうか。建築には関わりないわね。まあでも仕組みが分かってないと、いずれレッドストーンランプを点灯した状態でピラミッドに設置するんです。うまくいくかどうかは今からプレッシャーです。そしてシャリシャリと砂を設置し終えて、14色目の灰色羊毛を、もふもふと設置して、カツカツと灰色ガラスまで設置しました。そして灰色粘土を積んだら、次は建築用チェストの3箱目にかかります。サクサク進んでいるわね。そして灰色粘土の折り返し地点まで積んだところで、ちょっと見にくいですが、どうやらあと1ドットで地図が埋まります。つまり次の積雪8枚重ねで、この地図も使い納めね。なお実は、立方体換算での建築材の総数が、積雪8枚重ねの層で10万ブロック超えるんです。積雪に、この規格の2つの節目が集中しているんですよね。あれ、欠けてる？あ、いや、今の場所から拠点方向の頂点付近まで地図が更新されるのか。あと少しで、地図をあちこちで更新させなくても良くなるのね。そして、120層まで順調に積み切りました。次が積雪です。なんだか嫌な感じで積雪を強調するわね。で、問題が発覚したのはここからです。というよりも、よくよく思い出すと昔は把握していた問題でしたが、最近まですっかり忘れていました。そもそも積雪は、レッドストーントーチを下支えにしても積めないんです。無論、積雪の横のブロックを狙ってもやっぱり積めません。さらには、下支えのブロックを削ると消滅してしまう特徴があります。単に下支えのブロックが必須なだけよね。ここでちょっと余談なのですが、ピラミッドてっぺん付近は、レベル4ビーコンを4つ起動させることを検討しており、その際は同じ層には同じ建築材を敷き詰めるつもりです。つまり同じ層には同じ建築材と、統一したいのね。一つ一つに意味をきちんと持たせたいんですよね。で、積雪に適用すると、積雪の下支えは灰色の色付き粘土となるわけです。茶色粘土だったら備蓄が山ほどあるのに。まさか、採掘ゴール宣言したばかりのメサに今からのこの子行くなんてこと。まさかです。まあ統一感は諦めるにせよ、何か適切な下支えを選びたいですが、なんかないか状態です。で、ひょっとしたらウィザスケの頭を受け取らせた後なら、ダイヤを受け取るかもと思いつきましたが、残念なことにゾンビピッグマンはいませんでした。何やっているのよ。さらに、カカオの豆が育っていることに気づいて、ポピーを集めた草ブロックを再利用するなんてことも、なかなかいい感じじゃないでしょうか。ここにダークオークの木を植えれば、また石炭枯渇問題が生じても乗り切りやすいです。だから何をやっているのよ。その20秒後には、カカオ豆を使った直後に瞬時に1段階育って驚いたり、さらには建築用チェストを縦に並べ替えたり、チェストを整理したりして、何か良い考えはないかと模索して、そしてようやく思いつきました。
ガラスなら量産しすぎているし、存在感が薄いじゃないですか。ようやく下支えを決められたのね。まあその20秒後、ガラスは却下する羽目になりました。そもそもガラスに積雪は置けなかったのね。せっかくこんなこともあろうかとだと思ったのに。そして、もうやけになって雪ブロックを下支えにと、考えたところで今回はここまでです。雪ブロック足りるの？足りない分はスノーゴーレムに活躍してもらったりとか考えつつです。プレイの方は積雪を積んだところまで進めてますが、色々あったので次回に回します。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。